皆さんこんにちは。Learn Japanese with Fan のリカです。クリスマスから年末年始にかけて2つの動画で日本の習慣を紹介しましたが、皆さんお楽しみいただけましたか？いろいろな習慣があったわけなんですが、なんと1月、日本ではまだ皆さんにぜひ紹介したい習慣やイベントがあるんです。ですので今回またお正月の後にはなりますが、お正月と関連のあるイベント、そして国民の祝日である成人の日、それから大学のための入学のテスト、この3つ、日本で毎年大きなイベントですので、今日は一緒に見ていきたいと思います。そして本題に入る前に、少し前の動画で紹介しきれなかったお正月のキーワード、いくつか紹介させてください。前回の動画でも初売りのように初めての漢字の初ですね、これを使った言葉が出てきましたが、他にも初日の出、年が変わって一番最初の日の出のことですね。この初日の出を見るために1月1日元旦に早起きをして、山や丘の上など少し高いところに美しい初日の出を見に行くのもいいですね。それから初夢という言葉もあります。一富士、二鷹、三なすびという言葉があるんですが、富士山、鳥の鷹、そしてナスを年の初めての夢で見ると幸運が訪れる、ラッキーになると信じられています。皆さんはどうでしたか？それからお正月料理の中のもう一つ、お雑煮、皆さん聞いたことありますか？お雑煮はこんな感じで、前のビデオで紹介したお餅が入っているスープのお料理になります。日本各地でこのお雑煮に入れる具材や出汁が違ってくるので、それを知るのも面白いです。ちなみに私が日本で食べていたお雑煮は鶏肉が入っていました。鶏肉が入っているスタイルは東京のあたりで食べられているらしくて、江戸風とか呼ばれているらしいです。あとお年玉ですね。多くの子供たちにとってお正月の楽しみの一つであるのがお年玉です。小さいもしくは大きいポチ袋にお金を入れて家族や親戚の子供にプレゼントします。さあ、これから行事の方を見ていきましょうか。まず1月7日に七草がゆと呼ばれるお粥を食べます。日本には春の七草、秋の七草、それぞれ7種類の葉っぱがあるんですけど、その春の七草が入ったお粥になります。ちなみにこれすごくて、平安時代あたりからこの習慣があったらしくて、中国から来た風習と日本の風習が混ざってできたらしいです。で、江戸時代になってから一般庶民にもこの習慣が普及したと言われています。お正月は前のビデオでご紹介したいろいろなごちそうを食べて、その後この7日にお腹に優しい七草がゆを食べることで無病息災、今年も病気なく元気でいられますようにという意味が込められています。続いて1月11日、この日は鏡開きの日です。お正月の間にこのようなお餅を家の中に飾るんですが、そのお餅を棚から下ろしていただく日になります。私は関東でこの日だったんですが、地域によってこの日程は前後するそうです。そして1月15日、どんど焼きをする日です。この日には小正月、小さい正月という名前もあります。どんど焼きではお正月に飾っていたお正月のためのお飾り、それからお正月に書いた書き初めを集めて燃やします。これは近所の神社とか、もしくは公園や広場でこのどんど焼きを行う自治体もあって、私が日本にいた時は近所の公園で地域の人が集まって真ん中に皆さんで持ち寄って大きな一つの火を焚いて燃やしていました。お正月のお飾りに年神様という神様が来て、このどんど焼きでお飾りなどを燃やすことによって、この年神様、来てくれた神様をお送りするという意味があるそうです。あとこの同じ日に地域によっては東北地方などで小豆がゆ、小豆の入ったお粥を食べる習慣もあるそうです。そしてどんど焼きの日程も地域によって、もしくは
平日土日の関係などでちょっと日程が前後する場合があります。さあ、このどんど焼きを最後に日本のお正月のイベント、お正月の習慣は終わってしまいます。次に日本の1月のもう一つのお祝い、成人の日を見てみましょう。成人の日は毎年1月の第2月曜日になります。なので今年2024年、そして令和6年は1月8日にこの日がありました。成人の日の成人は人になると書きますが、大人になる意味です。この日に街を歩くと、振り袖と呼ばれる素敵な着物を着て歩いている人たちを見かけることができます。その人たちは成人式に出席する人たちです。実は日本では成人の年齢が2022年の4月に20歳、20歳から18歳に引き下げられました。ですので、2022年の1月は20歳になる学年の人たちが成人式に出席しました。成人のセレモニーを主催するのが自治体なんですが、2023年からはほとんどの自治体がこれまでと変わらずに20歳になる学年の人を対象にこのセレモニーをすることにしました。ですので、この成人式は20歳の集い、20歳を祝う会とも呼ばれています。私の時は成人が20歳だったので、成人式と呼ばれていました。20歳の人、もしくは20歳になる学年の人が新成人と呼ばれて成人式に出席しました。ちなみに成人が18歳から20歳になりましたが、飲酒、お酒を飲むことや喫煙、タバコを吸うことは20歳になってからできるようになります。はい、そして最後が大学入試ですね。大学入学共通テストという日本で大学入試をするほとんどの人たちが受ける共通のテストが1月に毎年あります。これは2日間で、今年は1月の13日と14日に開催されました。日本で大学進学を目指す人にとってはとても大切な試験で、この試験のために毎日何時間も勉強する人が多いです。高校3年生の人たちにとってとても大切なテストです。そしてこの1月から3月までの間はこの大学入学共通テスト、そして個別の大学のテストなどいろいろ試験や合格発表がある、とてもドキドキ緊張の期間になります。この期間にスーパーやコンビニで受験生を応援する面白いお菓子も見つけることができます。ちなみにこの試験は2021年から今の試験になったんですが、2020年まではセンター試験という名前の同じような共通試験が行われていました。そしてセンター試験の前、1989年までは共通一次試験と呼ばれる試験がありました。なので年代によって少し異なるこういう試験の名前が出てくるかもしれないので、よかったら覚えておいてください。今回も最後まで見ていただき本当にありがとうございました。毎度お伝えしたいこといっぱいあるんですが、伝えきれていないこともあると思いますので、もし皆さんが知っていて動画で紹介されていなかった日本の習慣があったり、もしくは皆さんの国や地域の習慣と日本で異なる習慣があったり、こんな体験をしたというのがあったら、ぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。